ってもらうとやっぱこの辺ちょっと痛くないっていうか、おふくろなんかも頼むから一緒に死んでくれぐらいな感じでしたよね。お金が借りれるか借りれないかって第二透明で寒い中旗振ってる時は本当泣けてきましたけどね。お母さんの作る弁当で日のある弁当、お金も一銭もなくてお別れすべてするんですしました。絶対自信あった。俺は絶対やれると思ってましたね。小舟の高木です。はい。菊川市、ここ地元の出身です。地元なんですね。いやもうやんちゃでしたね。やんちゃでした。いたずら小僧っていうか、もう多動症ですね。多動症ですね。もう情緒不安定っていうコーナーがあったら、全部 C でした。小学校中学校は全部 C でしたね。それはね、学校の授業中結構動いちゃう。じっとしてらんないんですね。じっとしてらんないですね。じゃあ結構注意されたり。ひどかったですね。もうしょっちゅう廊下出されて、もう頼むから邪魔だけはしないでくれってね。もう本当に頭の悪い子の方ですよね。もう勉強自体が全然好きじゃなくて、地元の袋井商業ってね、商業校行ったんですけど、どうでしょう、夏休みぐらいにはもう嫌になっちゃって、もう1学期赤点5個ついて、本当は補習も出なきゃいけない、全部行かなくて、それなんで行かなかったんですか？いやもう諦めましたね。もうこれが3年続くのかと思うともうバカらしくてやりたくねえって感じですね。やりたくねえ。その時にもう高校中退しちゃって、菊川東中学校ってあるんですけど、そこの中学校でこう第1号の中退生っていうんですかね。高校中退ってこの田舎の方はあんまりなかったんです、その当時は。ついに我が中学校で、高校中退生が出ましたみたいな、去年卒業した高木君ですみたいなことをやっぱ授業で言ってましたよって後輩たちが言ってくるわけですね。くっそーと思うんですけど、でももう言ってもらうとやっぱこの辺ちょっと痛くないっていうか、それはその地元でこう噂が広まるんですか？もうダメ人間っていうか、やっぱあの子っておふくろなんかもう頼むから一緒に死んでくれぐらいな感じでしたよね。もう本当にね、泣くしね。うち兄貴が優秀だったもんで、またね、同じ兄弟でこんな違うもんかって先生にも言われましたね。あれもなんか嫌で嫌で。じゃあなんか全部が嫌になりますね。全部が嫌になりましたね。高校の時にやっぱそういうちょっと悪っぽいのに面白がって言ってると、もうどんどん深入りしてっちゃうんですよね。だんだん怖い人たちがどんどん出てきて、それで面倒を見てやるって話になっちゃうんですよね。ちょっとあれもちょっと怖くなってきて、これ以上ここに行ったら本当にヤクザになっちゃうかと思って。じゃあそこは踏みとどまったんですね。踏みとどまって、それでもう、ここをスパッとやめて、親友のお父さんとかが「和樹お前学校辞めちゃってどうするだ」って言われて「いやこの辺痛くないんでなんか住み込みでなんか仕事しようと思います」って言ったらし「住み込みって言ったったらお前もう」って「板前か大工しかないぞ」って言われて、それで「いや大工は寒いから嫌だな」と思って、しかもそんな数日良くないもんですから、それで料理人の住み込みでって言っても、じゃあフレンチとか中華とかイタリアンとかあったとしても言葉も絶対喋れないしと思って、結局和食しかないですよね。じゃあ消去法でそうですね、料理の方に行ったんですね。そうなんですね。もうそれしかもう道がなくて、今でもあります清水市の大花さんっていうお店に、もう調理場の上に住ましてもらって、
15の僕をよく受け入れてくれたなと思うんですけどね。中卒ってことですね。中卒ですね。こう調理場に入れてもらったら、ポン酢ってこうやって作るんだとか、天つゆめっちゃうまいとか、大根おろし入れるだけでこんなうまいのかとか、鍋を食べるものも新しくて新鮮だったんで、勉強したらよっぽどいいな。最初給料4万5千円ぐらいで、その4万5千円ってその当時のこう中学校ぐらいからすると毎年のお年玉ぐらいですね。ね、仕事はしてるんでしょうけど、学校行かなくて毎月4、5万もらえるっていうのは、そっちなんですね。むしろこっちの方が全然いいじゃん。そうなんですね。これしかもらえねえじゃないですね。いやもう学校行かなくてうるさいこと言われなくて、しかも興味あってでもお金ももらえると。お金ももらえると、要領を教えていただけると意外にたまたまできちゃったりなんかして、じゃあ伸び伸びやられたって感じなんですか？そうですね。そんなにぶん殴られたりとかってことはなく、もう1件目は本当に今でもすごいこう感謝してますね。コミュニケーション能力も必要だと思うんですけどね。必要ないと思って料理だけってね思うかもわかんないですけど、コミュニケーション取らないのであれば、こういう対面のカウンターにすべきじゃないと思うんですよ。いや、俺も本当にそう思うんですよ。カウンターの意味ないですもんね。本当に意味ないんですよ。本当にそう思います。でも高木さんは生粋のカウンター向きですよね。本当にむしろ喋りますよ、かなり。最近ね、少し気をつけるようにしてるんですよ。そうなんですか？少しは。いいですよ、そんな。でも俺ちょっと静かにしてると、お客さんがみんな大将今日どうしたものって元気ないみたいな本当そうです。言われちゃうもんで、新物の純菜、純白のお豆腐使って純白のごま豆腐、はい、だしをバリッと効かしたちょっとクリーミーなスープと。美味しいですこれ。食感が楽しいです。少しこう割と崩してあります。また角に切ってもちょっとなんか面白くなくて、ペアリングコースになるんですかこれ？ペアリングです。今日はもうあれです。いっこさん誕生日何月でしたっけ？10月です。10月の前祝いということで、ちょっといいシャンパンで。やったー。5ヶ月も前倒ししてますけど。どっちは誕生日ですか？2月です。2月、ちょっと過ぎちゃったね。そうですね。アフターパーティーですかね。これいい写真並みでいい虫。また器が。ね、この器あれです。門脇さんが入れてる。やっぱり式皿の両方。そうですよね。セットですよこれ。わかりやすく超うまいね。地元の人では出さないんですけど、県外のお客さんとか。素揚げっていいですね。素揚げ、はい、もう本当に香ばしく綺麗な油でしっぴいてあげれば。食感ですね。そうですね。白ワインだったりしますか？白ワインいきましょう。もう言ってる時点でペアリングじゃないですかね。ラムビールとかレモンサワーとかハイボールはもうお好きなタイミングでもう好きなだけやってください。ペアリングでいくらでしたっけ？5000円です。5000円は安すぎるぐらいです。ペアリングという名の飲み放題みたいな感じですもんね。そこでは結局どのくらいやられたんですか？3年いました。3年。なんか辞めるきっかけとか、もういいかなって。試したあれじゃないですけど、その時付き合ってる彼女がいて、その彼女に振られたんですね。で毎週遊びに来てくれる楽しみもだんだんなくなってじゃあ一回出てみようかなって、本当に18の時に、それで東京行きたいって言ったら、東京から帰ってきた人とか、大阪京都から帰ってきた人って給料が全然違うわけですよね。でもう静岡で何人いましたって言っても、やっぱ東京京都行ってたら格が違うから、本当にいいzamanやるんだったら1回は行けと、もう途中で嫌になってやめてきてもいいから行った方がいいぞ、本当にそうやって真実に言っていただいて、いいよことですね。出して上手にこう気持ちよく出してくれたもんですから、もうその石村元三郎といえばその当時の日本料理の本にガンガン出てくる人なんで、もうその人が静岡の会長の紹介であればいいとこ紹介するよっていうことで、会長、副会長、理事長、ダーッとこう木の札がこうね貼ってあって、その当時理事長をしてた、山本敏夫って書いてあったんですけど、
妹のところに行かせようと思う。それが18の時に行ったエスカイアクラブ。エスカイアクラブ。エスカイアクラブ。聞いた時バニーがおりますねっていうもんですからバニーがいる、なんか大丈夫かなって思ったんですけど、寸評ビルの52階の一番最上階にバブルの頃なんで1990年とか、その頃だったもんですからね、まあ忙しい。大体1ヶ月5000万切ることはないですよね。板前が大体12、3人いて厳しかったですね。いや厳しかった。もう常務関係もお前田舎で3年やってんだからよみたいな感じのね。それでもなんかもう包丁の研ぎ方から何から田舎で教わったことがやっぱピッとした東京のバリバリの板前集団からするとですね、3年やってましたってもう子供の遊びみたいなもんで、ただまあ何ていうんですかね、卵持ってこいとか木の芽取れとかなんかそういう食材だけはしてたりしたんで、僕ごく調理場の普通のことだけはなんとなく3年してたもんですから、小遣いにはちょうどよかったと。なるほど。それは東京行ったらもうどこで何やってるのかさっぱり分かんないですよ。あれはもうそこら中で怒鳴り声やら何やら早くしろってもうよく分かんないままあっという間にね。嫌になりませんでした？そんな一回辞めたいって言ったことがあったんですけど、鼻にもかけてもらえなくて、じゃあお前ちょっとホールで話してやるからって言ってホールでこうもうやめようと思って、今日こそやめよう今日こそやめようと思って毎日思ってるわけですね。今日こそ言おう今日こそ言おうと思って、そしたら来て「ああどうせお前またやめるとかなんとか言うんだろ」って、お前はな弱いんだよってもうほんと一言でそれ言われて、お前はその当時僕が嫌いだった先輩とかいっぱいいるんですけど、あいつらと比べてお前は弱いんだよって、だから静岡の人間はダメなんだよってなんかもうもう絶対強くなろうと。もうカウンターストレート。くそもう絶対強くなろうと思ってですね、すいません失礼しましたっつってやめるのをやめます逆に火がついたんですね。逆に火がつきましたね。弱いからやめるっていうのもなんかあれだなと思って、あんなやつにこう高校中退した時に、あんなやつに絶対ダメの修行なんか持つわけねえよって先生方はみんな言ってたらしいですよ。ここは絶対やめて帰るわけにはいかないなと。結局、5年半6年ぐらいだったんです。すごいいたんですね。なかなか23とか24とかですか？そうですね。でその辺でやめるのはなんかきっかけがあったんですか？これもまた、修行中でその当時、ちょっとタイプのバニーちゃんが田園調布に一人で住んでるともう必死に口説いてですね、その子の家にもう毎晩通っては転がり込んで、そしたら修行中にもかかわらず子供ができちゃってお子さんができて結婚するっていう感じになるんですか？そうです。もう20歳で20歳なんですね。なんで修行中の2年目ぐらいの時になるほど。気持ちいいですね見てると。この風邪ひいちゃってね。そうですよね。そういうことですよね。そのまま刺身で。まあそれでもそこからまだ気合い入れてもう本当に夜本当に忙しい店だったんですけど、多分あそこでアルバイトしたのエスカイクラブでいながらアルバイトしてたの多分もう僕とあともう一人だけいたんですけど、夜2社族で12時から3時まで4時まで、バーテンダーやって、時給1000円ぐらいですよね。それで、4時半に帰って5時半6時半7時半8時、4時間寝てまた支給するんですけど、3回ぐらい寝坊しちゃった時があって、もう先輩に目真っ赤じゃないかなんでそんな疲れてんだっつって言われるわけですね。これはまずいなと思って。言ってなかったんですね。もちろんです。もう絶対内緒で。そうですか。その当時、ハンバーガー屋さんがファーストキッチンがあって、寝坊しないためには朝しかないと思って朝5時出勤、朝のバイトに切り替えてですね、オープンの7時に間に合わせるように、ロックを引い
189っていう4時間、時給1000円でこれ4000円稼げるわけですね。朝もうトマト切ったり包丁を研いだりして、もうオープン前にはもうその日のランチ分までハンバーガーのとかいろんなセッティングをして9時までやってちょれば行くと、まあ寝坊しないわけですね。で朝からもうハンバーガー何百個も焼いて出勤してるのにテンションマックスでよっしゃ行くかって感じだったですね。塩レモンか、塩レモンいいですね。仙台で過ぎちゃって宮崎の旗なんですけど、本当にだからちょっとみんな怒りすぎて、昨日ですか？昨日釣れたもので今朝競り落としてバッキバキですね。なんかまだバキバキでちょっと早すぎちゃうんですけど、ＩＫＫＯさんほらフグ好きじゃないですか。はい、そう思ってですね。ありがとうございます。こっちが鳩の肝です。炊き身をちょっと、これはちょっとあん肝です。青森。すごいですねこれ。ね。よいしょ。ね。栗。右側の赤い方が鳩。ね。あん肝と鳩の肝ですね。いや、このあん肝よいしょ。うまっ。まあ最低5年はいてくれと。ああ、なるほど。それでもう約束の5年はとりあえず果たして、ここからまた味方になる、ナンバー料理主任になるっていうのが長いですもんね、またね。まだ長かったもんですから、ここは1回っていうことで、それで奥さん子供連れて1回静岡に。静岡のどこに帰ってきたんですか？旧友亭という料理屋さん、今もあります。もうバブルが弾けた後でめっちゃ暇だったんですよ。もう本当に5000万6000万売ってたところから今日はゼロですとか、もう本当の料亭ですね。もう仕事があんまり長さすぎて、それで今度静岡の銚子会の方から、伊沢温泉なんですけど、それでたまたま25ぐらいの時にホテル入って料理長が俺はやっぱ静岡に帰るっていうことで、お前料理長やってみないかっていうことで、ホテルの料理長になるんですか？26で料理長させて。若いですね。若くて、伊沢温泉その当時50軒ホテルがあって、もうさ、まあ最年少料理長、ちゃんと試食会もやって仕入れ先もちゃんとどこで買えます、原価率もちゃんと出して毎日証明きっちりつけて、それで試食会試作会って今月の料理がこれできます、ちゃんと毎月社長や専務のおかみさんたちにちゃんと毎日試食会をしたんですね。それでちゃんと信用はちゃんとつけて、木の芽味噌がかってます。なんか武井さんの料理って一品しっかりしてますね。だから外国の人も多分喜ぶんじゃないですか。これうまいねってね、なんかこう一口目で、でもやっぱしょっぱかったり濃すぎたりしてもいけないですけど、濃いのとコクとの濃いって意味じゃなくて、ちゃんと味がバッチリ決まってる。全部新品ですか？これね、大丈夫なんです。明日も全部簡単ペアリングでどんどん出ちゃいますから。どんどん出してるんですよね、だから。飲み放題の方が伝わりやすいですよね。これ飲み放題ですよ、ほとんど。今日はもうあれですよ。全部田崎さんワインのいいバージョンで、もう10月の誕生日に備えて。ありがとうございます。ね。すごい、もうすごいコースですね、これ今日は。これでいつもこんな感じなんですよ。これでいつもこんな感じですよ。テンション高いっすね。楽しいのがいいですね。パリピですよね。マインドがパリピですもんね。でももう本当にいつも知ってるお客さんなんで、ね、もう元気がないのが一番ダメですよね。真剣は真剣なんですよ。風邪ひくんですか？いや、20年でも本当風邪とかで20年休んだことないですね。す
すごい。さっきほらご自身でね、多動症っておっしゃってましたけど、親御さんからもらった宝っすよ。そうですね。体は体力だけはあるって子供たちにも娘がいるんですけど、娘たちには自分の取り柄は体力ですって言えって言ってます。いやー素晴らしい。それはすごい。何言ったらすごい。これはサザエのつぶやき、フォアグラです。フォアグラなんだ。多幸感がすごい。ありがとうございます。そっか、フォアグラの油なんですね。そうですね。超うまい。ね、下からこう持ち上げてくると、さっきのことが合ってくると。もはや海の治癒ですよ、これ。やっぱどんどん新しいことをやっていった方がいいと思うんですけどね、メインディッシュがいつも一緒みたいなところ多いじゃないですか。これは、ハモの子です。あ、はい。子供でした。ごめんなさい。本当ごめんなさい。本当ごめんなさいってやつですね。薄い衣で揚げてあります。あと塩と黒いのは鮎ウルカ。なんですかそれ。鮎のウルカ、ウルカ。そう、ウルカのマコウルカじゃなくて本当のニガウルカの方、あれをこう少しずつ乾燥させて、白鮎よりちょっと大きくなりましたね。でかいですねこれ。はい。もうこれより大きくなっちゃうとちょっと頭ごといくのがあれかもしれないですね。甘い。31ぐらいまでですかね、5年ぐらい料理調査して、それからやっぱ心のどっかに、いつか自分でやりたいがあったんですよ。それでもまあ20歳に結婚して子供がもう3人生まれちゃってて、その時お金ないですよね。ないですよね。で奥さん反対するんじゃないですか、そんな。結婚する時にあなたがどんなに有名な板前になってもお店出すことだけは反対だからねって言われたんですよ。なんでですか。いやね、自分の親が一回なんか商売やって夜逃げしてるんですよ。失敗されて、それが2回ぐらいあったみたい。金沢の街中でなんか結構ちゃんとした意見娘と家がもう夜逃げで、あそこの温泉場にいきなり、違う女の人と夜逃げしていきなりなんか借金抱えて違う女性と住むことになったっていうみたいで、なんか大変だったみたいで、僕がお店やりたいって時にはもう私前言ったと思うけどって、もうお金はいいからバニーちゃんが言うわけですか。バニーちゃん、元バニーちゃん美人な、マジかと思いましたね。本当にこの人言うんだと思って、いやそれだったら俺でももう無理だなと思って、まあお別れそれでするんですか。しました。もうこれはもう俺そのまんまずっと雇われでこのまま人生やるわけには俺はいかないなと。うわでもすごい決断ですねそれ。ねえ、子供まだ小さくてかわいそうだったんですけど、でも自分のやりたいことがやっぱあるから大事にしたいから。でもまあじゃあ仕送りだけはするからって、それで危機が戻ってきて、土地探しから始めるんですけど。